ヤッホー、今日は血汗涙 Wings のコンセプトについて暴露していきたいと思っています。かなり内容が多いので、結構長くなる動画かと思うんですけど、最後までご覧になっていただけたらとても嬉しいです。血汗涙をメインに見ていくんですけど、全体的な感想を言うと、私はこれも完全に善と悪を礼拝している、コンセプトかと思っています。で、善と悪両方合わせているものがバフメット、何回も他の動画でも言っているんですけど、バフメットもサタンなので、完全にサタン崇拝のミュージックビデオだと私は思っています。で、この Wings っていうコンセプトなんですけど、これも、あの、バンタンがサタンと契約をしたから、ルシファーと同じように翼をもらう、もしくはもうすでにもらったということで、Wings、翼が生えたことになっているんじゃないかなと思っています。とてもたくさんの調べ物をしていたんですけど、引用の URL は下に貼っておきますので、そちらの方で確認をしていただけたらと思っています。注意なんですけど、調べ物は90%英語でやっているので、英語のウェブサイトがほとんどで申し訳ないんですけど、日本語でより理解したい方は、自分で調べていただく必要がございます。さて、これから話していくことなんですけど、まず最初に象と絵画、そしてデミアン、アブラクサス、チャットルーム、いろいろな象徴、ダンス、そして最後に歌詞について話していきたいと思います。じゃあ早速、象と象徴について話していきます。まず、バンタンが最初に登場してくるオープニングのシーンで、ジミンの左側にある像はミロのヴィーナスっていう像なんですけど、これギリシャ神話から来るヴィーナスと同じなんです。そしてここ上半身しか見えてない像なんですけど、これはラオコーンと彼の息子っていう象の腕と下半身がなくなったものなんですけど、この像は苦痛を象徴する像らしいんですね。そしてこの陣の右側ですかねにある像は、これはペルセウスとメデューサの頭部っていう像で、ギリシャ神話から来ていて、多くの方はですね、このダンスのシーンでこの後ろに白い像と黒い像があって、この黒いのが角が生えてるように見えるから、これが悪魔で反対側は天使っていう風に間違った解釈をしている人がたくさんいるんですけど、これは悪魔と天使じゃなくて、これはもうペルセウスと、で、この隣の白いのが四季を表す像らしいんですね。だからこれは悪魔じゃないということを確認しました。はい。で、その次がしゃがんだヴィーナスっていう像なんですけど、このジミンとユンギの後ろにあるやつなんですけど、でこれもしゃがんだヴィーナスは違う方が有名なので、なんでこっちの方を使ったのかよくわかんないんですけど、さっきも言ったミロのヴィーナスと同じヴィーナスです。J-HOPE の後ろにある像はピエタの像、これはマイケランジェロっていう人が作った像なんですけど、これはメアリーが十字架にかけられた後のキリストを持っている像なんですけど、これ MV 内ではキリストの顔がなんていうの、なくなっている状態になっているので、それがどういう意味を表しているのか、私はっきりこうとはあんまり言えないんですけど、それはちょっと怪しいなと思うところはありますね。はい。で、全体的に言うと、ギリシャ神話ばっかりの像を使っていて、その表のストーリーと関連はあるように見られるんですけど、このヴィーナスを2つも使ったことに対して、ヴィーナスは簡単に言うとサタンのことなんですけど、それを2つも使うことで、関連性が見られてきますね。絵画について話していきます。で、反逆天使の脱落っていう絵画があるんですけど、これはジンが主に見ている絵画で、
映っている絵画の中で最も出てきていますね。で、この絵画は何かというと、サタンのチームの反逆天使が最終的に倒されてしまう、この黙示録に出てくる確か12章だったと思うんですけど、そのところを、そのバトルシーンを描いている絵なんですけど、結局正義が勝つんですけど、ジーンが主にこの絵を見ているのが、サタンのチームに入った自分たちの最終的な運命を見て呆然としているのかなっていうふうに私は思うんですけど、はい、さて、イカロスの脱落のある風景、これはテヒョンの飛び降りるシーンに出てくるんですけど、まずイカロスの話について解説していきます。これも、ギリシャ神話でイカロスと彼のお父さんはクレタ島に取り残されて、その島から逃げ出そうとするんですけど、イカロスの、お父さんが2人のためにロウと鳥の羽で翼を作りました。しかし飛ぶときは湿気で翼が壊れるから低く飛ばないことと、暑くて翼のロウが溶けちゃうから体温に近く飛ばないことをお父さんは注意しました。しかしイカロスはお父さんの注意を無視して体温の近く飛んでしまって、翼のロウが溶けて墜落して死んでしまったっていう話なんですけど、この話は過度な念願を持つことの注意をしております。イカロスは人間にあるルールや束縛から逃亡することを象徴しています。つまり、ルールを自分で決めて自由に行動する神のような存在になりたかったことも象徴しています。傲慢の危険を語る話ですけど、傲慢な天使が神様に違反して反抗をしたら打点したっていう話も聖書に出てきますね。ルシファーもイカロスと似ていて、神様のようになりたくて過度な年間とプライドがあって神様に逆らったから、打点をされました。だからイカロスはルシファーのことを象徴していて、ルシファーを礼拝する万端がなぜイカロスを使ってくるのかよく分かってきますね。で、またイカロスのもう一つの絵画があるんですけど、これはイカロス嘆きっていう絵なんですね。曲が始まるシーンで万端たちの後ろにある絵画なんですけど、まず見てもらいたいのが、これは実際の絵画に映ってないんですけど、蛍光の紫色の文字で The Tempter、誘惑する人ですかね。その文字が書いてあるんですけど、The Tempter といえばもう完全にサタンです。サタンは、私たちを誘惑して罪に落とそうとするから Tempter なんですね。で、ここでもジョングクの後ろにある絵画なんですけど、墜落した後のイカロスを描いたものなんですけど、翼が、熱でなくなったはずなんですけど、この絵画では翼がまだ残っているイカロスが描かれています。この絵画はイカロスの素敵で英雄な姿を描いていることで知られていますけど、傲慢で過度な念願を持つやつは私は英雄とは思わないんですけどね。はい、そして最後の絵画はリュブリャナのカトリック教会にあるフレスコ画です。で、このホビーのシーンではよく見えるんですけど、ほとんど天井にあるフレスコ画なんですけど、絵画の周りにはクリスチャンの迫害が描かれている絵画なんですね。で、なぜクリスチャンの迫害が描かれている絵画を選んだのでしょうかね。サタンの味方であればクリスチャンは嫌いだし、迫害されることもサタンは楽しみにしているから、この絵画を選んだのもたまたまではないと私は思います。さて次に話していくのはデミアンです。その前にまずラップモンは、ウィングズのティーザーの動画とかでは小説のデミアンのセリフを言っていて、 MV の中でも小説の話とつながる部分もたくさんあるので、今回は重要なところだけを話していきます。まず、デミアンの著者であるハーマン・ヘッセンについて話すと、彼はフリーメイソンです。フリーメイソンの名前が載っているウェブサイト2つ見てきたんですけど、2つとも、ハーマン・ヘッセンの名前が載っていました。デミアンは簡潔にどういう話かと言いますと、まず主人
主人公、シンクレアが、創造主であるヤーウェイを今まで礼拝していました。しかし彼の友達のデミアンっていう人は聖書の中の神様を礼拝するのはもったいないというふうに言ってきました。デミアンはカインとアベルの話、創世記に出てくる話なんですけど、その話でカインは本当は正しかったっていうふうに言い出してきたんです。で、まず創造主はカインの不正な捧げ物を受け入れなかったからカインは怒りまして、あの正しい捧げ物をして受け入れられた弟のアベルを殺してしまった話がカインとアベルの話なんですけど、これはもう正しくないです。はい。デミアンの話に戻ると、聖書の中の神様は善と神聖を表すけど、そうじゃなくて、世界の善も悪も礼拝するべきだというふうにシンクレアに教えました。これによって主人公は光と闇、善と悪を礼拝する考えで元気づけられてしまいます。デミアンは善と悪、光と闇を表す神、アブラクサスのことを教えます。で、ここで注意なんですけど、アブラクサスはバフォメットです。サタンです。善と悪の両方には誰もなれません。善と悪は一緒になれないんですよ。聖書の中にも何回も書いてあります。だから神様は善でしかないです。インタビューでなぜデミアンを今回のコンセプトに使ったのかと尋ねたインタビューがあるんですけど、そこでラブモンはデミアンの中にある話は自分たちが言いたかったことととても似ていたので、デミアンに出てくるものや要素を今回のミュージックビデオとジャケットほどに使いましたと答えました。で、自分たちの言いたかったことは何かと考えますと、アブラクサス、バフォメット、要するにサタンを礼拝していますよということは言いたかったんですけど、それがデミアンと関連していたから使いましたと、ラブモンは自分から言い出しました。はい、次がアブラクサスの話です。先ほども言ったようにデミアンの話でアブラクサスが結構メインに話されています。アブラクサスの説明について言いますと、外見は鶏の頭で、この新しいあけぼのの象徴でもあるんですね、鶏は。で、このあけぼのっていうことで明星であるサタン、ルシファーを思い出しますね。で、蛇が足になっていますけど、これは女性エネルギーを象徴するらしいですね。で、上半身が人間で、手に盾と鞭があります。で、この鞭で人の考えを奪える力があるそうです。で、このオスの鶏が頭じゃないですか。そして女性エネルギーを表す蛇が足じゃないですか。これはオスとメスを一つにしたものになっているわけじゃないですか、アブラクサスは。だから要するにこれもバフォメットと同じです。バフォメットも男性と女性が掛け混ざったものになってるじゃないですか。だからバフォメットはアブラクサス、アブラクサスはサタン。で、このカール・ジュングっていう有名な人がいるんですけど、彼のお父さんもスイスのフリーメイソンらしいんですけど、カール・ジュングもアブラクサスは両性具有であると本に書きました。で、創造主は絶対こんな姿じゃないんで騙されないでください。アブラクサスは7つの光みたいのがあるんですけど、この7つの光が BTS よって BTS はアブラクサス、アブラクサスはサタン、BTS はサタンっていうことにつながっているんじゃないかなと思います。で、アブラクサスは実際どういう神というふうに教えられているのかと言いますと、グノスティックと、バリスライドの教えでは、アブラクサスがキリストを世界に幻として送って十字架にかけられたのはキリストではなくシモンがかけられたという教えなんですけど、これはもう不敬な言動です。シモンが十字架にかけられていたら、さすがに弟子も気づくと思います、私は。自分のお父さんと自分の親友が十字架にかかっていたら違いはさすがにわかるので、キリストはシモンではなく、キリストはキリストです。幻じゃないです。で、それから人間は救いを得られないというふうに考えていて、善と悪が一つになった存在がアブラクサスだそうです。
で、エジプトの太陽神としても知られています。それから、聖堂騎士、テンプル騎士団、これはフリーメイソンの一部なんですけど、その騎士団の印としてもアブラクサスが使われているそうです。それから、オカルトの教えだと、アブラクサスは神ではなく悪魔の一人として見られていて、禁断の魔法の持ち主、数えきれないほどの呪文とおまじない秘密を知っているらしいですね。で、アブラクサスは愛する者に命まで捧げてもいいと思っている禁断の地を探す者にあがめられているそうです。アブラクサスはジンの動画で壁紙に思いっきり書かれてあります。テヒョンの動画にもホビの動画にも映っています。で、今回のカムバのテーマは全体的に言うと、さっきも言ったように善と悪だからアブラクサスを使ってもおかしくないと思います。そしてバファメットでもあるサタンを礼拝しているから自分たちがどういうものを崇拝しているのか、どんなことを信じているのかを教えています、パンタンは。全能で最強の創造主であるヤーウェの上には誰もいません。他のオカルトや宗教ではアブラクサスが創造主よりも上っていう風に言ってるかもしれないですけど、これは嘘ですし、聖書の中にも特にイザヤ書がメインに創造主の上には誰もいないという風に言っています。で、ちなみにサタンとキリストは神様が2人戦っているようなものではないです。メシアのイエス様はサタンよりもはるかに強いです。サタンはめちゃくちゃ強いんですけど、神ではなく打点した天使なので、最終的にはサタンも倒されます。サタンは神様じゃないです。次がチャットルームについての話です。でチャットルームは2010年のイギリス映画なんですけど、簡単にどういう話かと言いますと、家族と仲が悪い青年のウィリアムはインターネットに熱中して、特に自殺する瞬間が記録された映像を気に入っています。そしてある日彼はジム、エヴァ、エミリーやモーとネットで知り合い、チャットルームで交流を深めるらしいですね。で、本当はネットで話しているんですけど、映画内では実際に中で話しています。で、ある日、ジムから自分がうつ病だと告白されたウィリアムは、ジムを自殺に追い込み、その瞬間を見ようと考えました。それに気づいたエヴァと他の3人は、ウィリアムの計画を阻止しようと行動を起こす話なんですけど、このチャットルームとチアスナミネがどういうふうに関連しているかと言いますと、ジミンとユンギのいる部屋がチャットルームの部屋とすごく似ていて、ストーリー的には BTS の歌謡年歌との他のストーリーとも似ている関連があるのはわかるんですけど、どこが関連しているのかとか、どの人物が BTS の誰と会っているのか、そういう面倒くさい話はしないんですけど、簡潔に言えば、チャットルームの主人公がグループみんなに自殺や悪を進めているわけですよ。バンタンは自分たちの音楽で若い世代を励ましたり語りつけられたらいいなと思って音楽を作っているというふうに本人たちは言ってるんですけど、自殺のテーマが入っているストーリーを使うのはおかしくないですか？人を励ましたいんならもっとチャットルームより全然励まされる映画は何本あると私は思うんですけどね。次は象徴について話していきます。で、象徴はもうたくさんあるので、ここがちょっと長くなると思うんですけど、ちょっと我慢してください。まずは色について話していきます。まず青と金色の色なんですけど、青は空の色、天の色を表していて、金色が太陽。要するに青と金色は太陽崇拝の色としても見られています。エジプト人も昔は空色が清い色として見ていて、アムンという神を空色にしていました。古代のバビロニア人も自分たちの異教の
偶像を青い布で覆っていました。これ実はエレミヤの預言の10章6節か10節でも書いてあります。で、また青と黄色はフリーメイソンのブルーロッジの色でもありますね。いろんな、ネットで調べたらいろんな商品があって、なかなか面白いのが出てきましたね。次が緑色です。で、これは冬、成功、お金、繁栄を表す色なんですけど、オカルト内でも嫉妬、または怒りを表すこともあります。で、緑色はヴィーナスの色でもあって、ルシファーのことを表すこともあります。色についての動画は、そのスタディっていうプレイリストに載っているので、英語なんですけど、そちらをご覧ください。で、この色でおまじないをかけることが実はできるんです。現実で。だから、お金、成功のための色を使っていることで、自分たちがこれから成功するんだっていう意味が込められているんじゃないかなっていうふうに思います。次はピンクです。で、ピンクも愛着を魅了するために使う基本的な色らしいんですね。だから、誰かを魅了したいならピンクを使う。だから、このバンタンがこのミュージックビデオの後にめちゃくちゃ人気が激増したことも、このピンク色がファンを呼びつけていることが関連しているかもしれないですね。で、赤と黒も他の動画でも言ってるんですけど、これはサタンの色です。これ、ジンが風船を離すシーンがちょっとホラー映画のイットと似ていて、関連があるかわかんないんですけど、ジンについてもうちょっと詳しく話している人のウェブサイトも添付しておきます。最後の色が青と赤です。で、これも何回も言ってるんですけど、火と水を表しています。太陽と月、男と女、昼と夜、善と悪。もう要するにバフメットです。で、バフメットもさっき言ったように油草津と同じです。で、ジミンがいつも水で、ユンギが炎っていうことをよく見られるんですけど、ジミンは女性っぽい部分が多いじゃないですか。青色は女性を表すから、ジミンは水と関わっていることが多いんだなっていうふうに関連が見られます。そして写真集でみんながお風呂の前で写真を撮っているんですけど、これも水浴儀式を表しているんじゃないかなって思います。なんか K-POP でお風呂に入ってるメンバーがグループに大体一人はいつもいる気がします。で、赤と青は、コンサートの中でも結構 BTS を使っていました。次がフリーメイソンの象徴なんですけど、これもめちゃくちゃあります。まずオープニングの床がチェック式、白と黒ですね。で、柱もあるんですけど、この実際のフリーメイソンのロッジとちょっと異なるから、完全にあのフリーメイソンのロッジを表しているということは完全には言えないんですけど、可能性はとても高いと思います。そして目隠しだらけです、このミュージックビデオは。で、あの違う動画でも言ったんですけど、フリーメイソンの入会儀式と全く同じです。目隠しをするんですけど、バンタンはもうミュージックビデオでとってもやってます。で、ちなみにフリーメイソンの情報とか儀式の内容とかは私の空想じゃなくて、元フリーメイソンの人から得ている情報なので、これはもう嘘じゃないです。で、コンサートでもリミンは目隠しをしていますし、ジンとヴィンの、シーンがママのコンサートで出ていて、ヴィンはちょっとまるで悪魔に取りつかれているようなんですけど、次のフリーメイソン象徴が、沈黙の誓いで、これはラップモンは、幸せ涙の動画の中で合計4回も行っています。で、個人的にラップモンがフリーメイソンの象徴を一番していて、もうハマり込んでいるようにしか見えないんです。で、沈黙の誓いは秘密を言わないっていう意味を表しています。そしてフリーメイソンの違う象徴として首絞めです。これも秘密を言ったら殺されるから首絞めを表しています。
して次が衣装です。で、この一番わかりやすいのがジンの衣装なんですけど、彼の衣装にホルストの目があります。で、何万円もこのミュージックビデオに費やしているから、彼らの衣装もそこら辺にある適当なやつを選ばないし、スタイリストの中にも魔女がいるんじゃないかなって私は思います。で、次が中国のシャツにある車輪なんですけど、車輪。これは異教に使われている太陽の車輪といって、魔法や異教儀式に使われているそうです。で、そしてミュージックビデオやライブでみんながしている指輪の形がフリーメイソンの指輪ととても似ているんですけど、技とかはわかんないんですけど、G マークが映っていないし、意識した可能性はあると思います。次の症状が人目の象徴。これはもうどのミュージックビデオでもあることなんですけど、まずルシファーの涙です。これも何回も出ていますね。ルシファーを崇拝者でないものでルシファーが悲しむっていうことで涙が出ています。そしてホルスの目。もうこれもこんなに人目を映すのは偶然じゃないです。次がリンゴの象徴です。ほとんど地面がリンゴを今回ではかじっているんですけど、リンゴはアダムとイーブが罪を犯した時の禁断の果実を表すことで有名です。で、MV でみんなが最後の晩餐らしいところで食事をしようとするんだけど、お皿の上にはみんなリンゴがあります。みんなでリンゴを食べてこれから悪に目覚めようっていうことを言ってるんじゃないかと思っています。ジンの動画では、ジンはリンゴを食べる興味がなかったみたいで、食べていないんですけど、ジンの真実についての話も、さっきも言ったように、詳しく解説している人のウェブサイトを貼っておきます。はい、次の象徴、MK ウルトラ。これもめちゃくちゃありまして、もうびっくりしました。まずみんなの動画にどっかしら MK ウルトラが映っているんですけど、まず蝶々、MK ウルトラの洗脳プログラムに入っていると、脳または精神が2つに割られるから、蝶の形に似ていることで象徴として MK ウルトラの人たちが使っています。芋虫から蝶への、変態が人間が家族から離れて苦難な人生を生きることと似ているのも理由です。で、また、蝶々はとても美しい外見だけど、とても虚弱な生き物でもあります。これが有名人ととても似ていて、ここで言うならユンギも、とてもかっこいい、美しいイケメンっていう外見なんですけど、洗脳プログラミングによって精神はボロボロです。でもユンギだけじゃなくて、バンタンみんなそうです。そして麻薬で、これも MK ウルトラの洗脳を受けるときに薬物を使うのは当たり前です。ガラスが割れることも MK ウルトラの象徴で、自分はもう自分ではなくなってしまっていて、MK ウルトラでは性格をいくつかに割ることができて、様々な性格を好きなように圧生者が使っています。そのことからガラスが割れています。これラプモンの動画が一番これを表しているんじゃないかなと思います。意識分裂もガラスと似ていて、性格とか考えが分裂していて、現実の認識がしにくいことになってしまいます。そしてMK ウルトラとはちょっと違うんですけど、悪魔に取り憑かれているような象徴が見られていて、取り憑かれていると怪力がある時とか暴れる時もあります。で、主に手品を見ていると行動がもう取り憑かれているようにしか見えません。残念ながら。そして空中浮揚で、これも魔術をやっていてもできまして、悪魔に取り憑かれている人も浮揚することができます。
で、また MK ウルトラでも薬物とか洗脳で頭の中を浮いてるように感じるらしいから、この、空中浮揚の象徴を使うことが多いです。で、そして最後の MK ウルトラの象徴としては、虐待と過誤です。MK ウルトラでも虐待をたくさん受けます。で、虐待を通して生活を終わることができます。虐待では暴力的な虐待もありますし、性虐待もあります。で、圧生者の奴隷だから、その象徴としてカゴに奴隷が入っていることが多いです。で、ここではホビーとテヒョンが主にカゴの中に入れられてしまっています。なぜこんなに MK ウルトラなどの象徴を見せているのかと言いますと、彼らは商品です。BTS を扱っている人、圧生者、ハンドラーが、他のエリートにこういう人を扱ってますよ、こんな人を洗脳してますよと伝えるためです。で、次、最後の象徴がルシファーの象徴です。一番わかりやすいですね。ラップ門の後ろにある鹿の骸骨、これもサタンを表すことがあって、角が生えているのもヤギの象徴として見ることもできますし、悪魔の角を象徴することもあります。で、ジョングクの、左上にもありますね。で、サタンはなぜヤギなのか。聖書でもあるように、神様は羊とヤギを最後に分けるとマタイの福音書の25章31節から46節に書いてあるんですけど、つまり善と悪のもの、善が羊で悪がヤギ。それから異教でもヤギやバフォメットを礼拝していました。そして羊飼いは羊の群れをよく世話できるんですけど、ヤギ飼いは自分の目をヤギから離したらヤギはすぐに悪いことを、例えば他の動物をいじめたり、馬の尻尾をかじったりしちゃうことで有名です。だから悪を好むサタンがヤギを好む理由も分かってきますね。かなり分かりやすいのが翼の生えているこの像です。明らかに堕天使であるサタンを表しています。BTS の動画ではテヒョンがメインに翼を生やして他のメンバーに悪を誘惑、しているんですけど、ジョングクもホビも翼生えていますし、ブラックスワンでももうみんな翼生えています。で、翼が生えたことで悪魔と契約をしてルシファーみたいになれましたよと言っています。ジンもルシファーの像と口づけをします。口づけをすることは何かを認めることとか受け入れることとか何かを自分のものにする印でもあるので、よってジンも他のメンバーと同じように悪を自分のものにして悪魔と契約することを認めたということになります。で、ホビの動画にある落書きも翼が生えてるだけじゃなくて、その前に一瞬だけ竜の落書きが見られます。で、竜もサタンです。聖書にも書いてありますよね。サタンは竜っていう風に。で、ホビの後ろにもピースサイン。これは平和を表すものじゃなくて、反転の十字架の、意味を表しています。で、それから、ルシファーの象徴としても、不死鳥、フェニックス。これはよくウィングズで出てきた鳥の絵があるんですけど、これはただの鳥じゃなくてフェニックスだと思います。で、フェニックスもサタンを表しますし、不死鳥はエジプトの神の一人、ラーっていう太陽神ですね。不死鳥はルシファーのように明けの明星のように焼き殺された後に天に昇って世界を支配するっていうふうに思われています。で、また、新世界秩序を表すこともあって、大混乱から生まれる秩序、反キリストと偽の世界平和の象徴として不死鳥が使われています。で、また、フリーメイソンの33階級の象徴としてもワシに見えるんですけど、これは実は不死鳥らしいですね。で、ラプモンはフェニックスを自分に刻み込んで、またはサタンを自分の肌に刻み込みました。これによっていろんな色が彼の体に
渡っていくんですけど、悪がラプモンの体に入っていたと見られます。で、ここでジンが見ている鏡の、上の文章なんですけど、ドイツ語だけど、日本語に訳すと、空を舞う星を生み出すには、あなたの魂の混沌を必要とすると書いてあります。で、これもフェニックスの話と似ていて、ルシファーが大混乱の中からヒーローとして登場して、みんなが彼を崇拝するようになる的な感じですね。で、ちなみにこの明言をした人がフリードリヒ・ニーチェっていうフリーメイソンです。で、彼は God is dead 神は死んだっていう名言でも有名で、彼の他の名言も調べていくと完全に創造主を嫌っているような名言をたくさんしています。名言集のリンクを貼っておきますので見てください。さて次がダンスです。ここの振り付けに注目してほしいです。見ざる、言わざる、聞かざるを表しているように見えませんかね。ことわざの、見ざる、言わざる、聞かざるのことわざの意味は、たとえ他人の失敗、欠点、悪口などに接したとしても、それを見たり、言ったり、聞いたりしない方がいいということで、古代エジプトから始まったそうです。で、聖書はこれをサポートしています、実は。第一テサロニケ5章22節、また詩編1章1節、エペソ4章29節、マタイ5章29節などでは同じことも教えています。BTS のテーマが善と悪ということを思い出しましょう。善をしなければいけないと分かっているのにもかかわらず悪をやっている。それから彼らは BTS はいいことがしたいのかもしれません。例えば自分たちの音楽で若い世代を励ますことや、経済的に成功することや夢を叶うこと、これらもある意味いいことじゃないですか。だけどそんないいことするには悪魔であるサタンに魂を売って悪を行う必要があるという意味じゃないでしょうか。フリーメイソンのジェスチャーも彼らの血や涙の振り付けたくさんできています。最初の地面とホビの、目隠しの部分も先ほど言ったようにフリーメイソンの儀式の象徴です。そしてここでホビーが首を絞めていますね。で、ジミンのこのピッタンドムーンっていう時の振り付けもこのフリーメイソンのジェスチャーにものすごく似ています。意識したのかわかんないんですけどね。ここの振り付けはさっきも言ったテンプル騎士団フリーメイソン結社の一つで、なんとなくこう似ているんですよ。その私のイメージからすると。それを意識したかわかんないんですけど。ここでみんなはコップを持って上に上げて乾杯みたいにして、2番目ではコップを飲む振り付けです。で、私もファン当時ダンスカバーをしていた時に、この振り付けはコップを取って乾杯して飲むっていう風に覚えてました。で、フリーメイソンの儀式でもオカルトの儀式でもの一つでも血を飲む儀式があるんです。で、この振り付けがそれを表しているかははっきり言えないんですけど、みんなで何かに乾杯してワインでも何でも飲んでるわけですよ。何に乾杯したかというと、悪魔に乾杯してこれから俺らは成功するっていう乾杯だということもできます。で、このダンスをセクシーと呼ぶファンもたくさんいます。で、これは実はセックスマジックって言って、ピンク色と同じように見ているとこう愛着がつくような魔法のダンスと捉えては間違っていないです。ピッタンド・ムーはこのセックスマジックを特に使っていると思います。で、ダンスプラクティスを見れば言ってる意味はわかると思います。自分の体または生殖部分をアピールする魔法によってみんなを落とすっていう意味があります。で、私もファン当時実はダンスカバーがめちゃくちゃ好きで、さっきも言ったようにこのダンスをカバーしたんですけど、一緒にカバーしようって友達に誘われて、しかもそれが男子組っていう。で、このダンスはエロいから嫌だな、
やっちゃいけないなとは思ってたんですけど、万端が好きやったし、友達に断りたくなかったからやることになっちゃったんですよ。で、このダンスの振り付け習ってる時に、ものすごく変な欲が湧いてきて、自分の体をこのように今までアピールしたことがなかったけど、変だけど、ダメだと分かりながらも、このように踊っていたことが気持ちよかったです。しかも男子友達にこれを教えたり一緒にやらなきゃいけなくてすごい気まずかったし、心の中ではめちゃくちゃ嫌でした。でも、このように踊ると自分も何かに取りつかれてセクシーに踊ることが好きになってしまいました。で、なんか本当に嫌だったけど、やめられなくて、ちょっと恥ずかしいですね。でも、神様のおかげで、このダンスは発表までいかないようにしてくださってすごく感謝です。今考えるとよく男子と一緒にこのダンスをやろうと思ったなって洗脳されてたし、自分にできないダンスはないって友達に見せつけたかったこともあったと思います。でも、やらないことになって本当に良かったですよ。でセックスアピールの魔法は見てる人だけじゃなくて、やっている自分もかかっていると思います。そして最後、みんながここで揃えている終わりの振り付けがあるんですけど、これもフリーメイソンの弟子の一つにものすごく似ていて、意識したのかわかんないんですけど、ダンスの振り付けにしてるからもっとかっこよく BTS は決めてるけど、私はちょっと意識したかなと思います。はい、最後の部分ですよ、皆さん。歌詞です。まず、血汗涙の歌詞について見ていきましょう。全部持っていけ。血も汗も涙も冷たい息も。自分のすべてを何かに捧げていますね。この冷たい息は死のことを表します。最後に吐く息が冷たいと言いますよね。で、ユンギの男も、俺の心も体も魂もすべて君のものだと分かっているさ。もう完全に誰かに自分の魂を捧げたの分かりませんか？それは誰でしょう？これは俺を罰する呪文。何かに縛られていますね。取り憑かれています。サタンに魂を売るといろんな悪霊を自分に呼びます。で、これも実際に元サタニストが、コンファームしてるので確実ですよ。で、そしてラップも、君の翼は悪魔の翼。もう、自分たちが誰に歌っているのか、すごくわかりやすくしてくれました。これ以上わかりやすい言い方はないと思います。J-HOPE のこのウイスキーはさっきも言ったように、フリーメイソンやオカルトの儀式の、ことを指しているんじゃないかなと思います。次、マニマニマニ。他の動画でも言ったことがあるんですけど、この世のもので私たちは満たされることはないです。その時は幸せでももっと欲しくなる。だから万端がどんなにお金を稼いでもファンがいてもイケメンでも賞を取っても有名になってもそれでも足りないわけですよ。聖書のソロモンもそうでした。伝道者の書を読めばわかると思うんですけど、ソロモンはどんなに物があってもこの世のものでは満たされないと言いました。でも、キリストと歩めば心は満たされます。私は BTS のようにお金はないし、ファンも賞も美もないけど、私はイエス様と共に毎日を楽しんでいるから、もう十分幸せだし、完全に満たされています。で、ラップモンだって、リフレクションでは、今は幸せだけど幸せじゃないって言いました。ユンギもシャドウで言いました。上に立つことがこんなに寂しいとは思っていなかったと。もうとても残念です、本当に。そして菅のセリフ、君という監獄。サタンに魂を売っても欲しいことはくれるんですけど、その欲の中にあなたが閉じ込められて、マニマニマニになっちゃうんですよ。分かっていながらも口つけた毒杯。さっき言ったように、
儀式でワインか血の入っているコップをみんなで乾杯して飲むから、やっぱりそのことを指しているのかなと思います。ちょうどこのセリフがみんながコップを飲む振り付けとかぶっています。そして B の優しく殺してくれっていう。最終的にサタンはあなたがいらなくなったら殺します。本当にかわいそうですけど。君の手で目を塞いでくれ。フリーメイソンの儀式らしいこと言ってるじゃないですか。サタンの仲間だと常識がわかんなくなるし、悪霊も自分を支配してきます。ジンの逃げることすらできない。もう完全にサタンに縛られてしまっています。彼らの救いはイエス・キリストにしかできません。悪霊がもう自分を支配しています。じゃないよ。彼らのために祈らないとダメですね。この歌詞はもうサタンのこと言ってると、どんだけ証拠を見せても、好きな人に向けて歌っていると反論してくる人がいるかもしれないんですけど、これが恋人に向けた歌詞でもめちゃくちゃやばい歌詞ですよ。恋人とこんな恋愛は良くないし、愛はこの歌詞が描いているようなものじゃないんです。そして次の歌詞、ボイミティーボです。この歌詞は本当にもう心が折れます。ホビーは自分の夢を追っていったら自分の純粋さを失って、悪いけど甘いサタンに自分を捧げてしまったっていうことですね。すべてを分かっていたらしいんですよ。夢を叶うためにやらなければいけないことは、本当は悪魔との契約だったということを分かっていたし、サタンの手を取ってはならないと分かっていたけど、OK してしまったんです。悪魔と契約するときに、自分の名前を血で書かないといけないらしいんです。だけど、ここの歌詞はそれを指していると思います。And fame has become really convoluted and kind of bastardized, like whereas fame used to be the byproduct of success and now it's the ultimate goal. And if your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. 思ってもみなかったろ。その欲が地獄を呼ぶラッパになるなんて。もう悲しいんです、本当に。ここまで来て、まだこれは悪魔のことを歌っていないというなら、もう言葉はありません。本人たちもこんなにもわかりやすくしてくれてるけど、それでも見られないのは残念だし、神様があなたの目を開いてくださるように祈ってください。抜け出す奇跡を願っているホビーですけど、本当に抜け出せるように祈りましょう。それでも手放したくなかった悪魔の手を。さっきも言ったように欲しいものをくれるから悪魔にちょっと手を借りてもいいかなっていう始まりで、最初は楽しいんだけど気がついたらもう遅いです。欲しいものをくれるから悪魔の手を手放したくないんでしょうね。だから悪いけど甘い。そして Line の歌詞です。この歌詞もジミンは自分が悪魔に縛られていることを歌っています。でも早速スネーク出てきたし、MV でよくヘビいるんですけど、ヘビはサタンの象徴の一つです。誰でもいいから僕を助けてくれ。もう本当にかわいそうです。キリストしかジミンを救うことはできないけど、私たちもジミンの助けとなるように祈りましょう。ジミンを縛っている悪霊も悪魔も彼らから離れて神様の愛と出会えるように祈りましょう。まっさらだった僕を見つけてくれ。サタンに魂を売ると純粋さも笑顔も全部奪われてしまいます。もうジミンは
嫌がっているようにすごく聞こえます。この地獄から救い出してくれとも言ってるし。ウィングスはメンバーが、みんな自分のことについて歌う曲をそれぞれ書いたらしいんですけど、この地獄から救ってくれっていう歌詞が書いてあるから、ジミンのこと心配にならないんですかね。次がスティグマ。これはテヒョンが書いたものですね。でまず先に言うと、スティグマはテヒョンが捧げた生贄について後悔しているということだと私は信じています。話しにくい話題なんですけど、私だってこれが本当でないことだったら嬉しいです。でもイルミナティに限らずこの世で成功するには血の生贄を悪魔に捧げないといけません。シャイニーのジョンヒョンも生贄だったと私は信じています。でもここでテヒョンが自分と BTS の成功のために捧げた生贄がテヒョンのおばあさんだと私は思います。もうすでに分かっている人もいるかもしれないけど、説明しておくと、2016年の9月3日にテヒョンのおばあちゃんが亡くなって、お葬式が、万端がピッタンヌムールで初めて賞を取った日と同じ10月19日だったかな。そこでちょっと関連が見られます。スティグマの歌詞にはテヒョンの後悔が書かれてあるんですけど、はっきりおばあちゃんを生贄にしましたとは言ってないけど、話が噛み合うんですよ。しかも、ピッタンヌムールが出た後にバンタンがめちゃくちゃ売れ始めて人気も激増したじゃないですか。だから簡潔に言うと、バンタンがオカルトなりフリーメイソンなりに入りました。メンバーの親戚を生贄として捧げます。悪魔を礼拝する曲とダンスを売ります。人気急増します。賞を取ります。もう筋が通ってますよ、これ。でスティグマは不名誉という意味で、テヒョンは自分がなことしてしまって周りに言えないことだし、すごく後悔しているみたいで、この曲がまさにその気持ちを語っているように捉えています。だから弟と妹に謝っているんじゃないかなと思います。おばあちゃん捧げて申し訳ないと。で、ここで取り返しのつかない真っ赤な血が流れるとも普通に書いてあるから、生贄以外考えがたいです。でも人生でどんなに悪いことをしたとしても、悔い改めてイエス・キリストが自分のためにしてくださったことを受け入れて信じれば許されるし救われるから、テヒョンもこのことに目覚めてほしいですね。最後まとめに入りますと、今回のウィングスのテーマはデミアン、チャットルーム、ギリシャ神話があったんですけど、これらのテーマがどう万端のジアセナミナと関連していて、ストーリーをそれらにつなげることももちろんできます。それが楽しいと思うファンもきっと思うんですけど、それは表のテーマで、表のストーリーで、実際に本当の意味を探っていくと、かなり暗いことを万端が言おうとしているのがわかります。裏の話をまとめると、フリーメイソンが書いた全能のヤーウェではなくアブラクスを礼拝するように進めるデミアンの小説、主人公が友達に悪や自殺を勧めるチャットルームっていう映画、いろんな神が存在してルシファーを表すイカロスのギリシャ神話、神は死んだなどというようなフリーメイソン哲学者の名言がありました。パンタンのゴールは若い世代を励ます音楽を作ることが目的なのでしょうか。
励まされているようには私は全く感じません。むしろ正しくないことを勧められているように感じます。さまざまな紹介した象徴、例えば儀式、色の意味、衣装、一目、リンゴ、MK ウルトラ、ルシファー、生贄、そして歌詞、それらを合わせると、万端の本当に言いたかったことが見えてきます。自分たちが本当は成功のためにこういうことをして、ファンにはこういうことをして、こういう神を崇拝していて、僕たちは魂を売りましたと。こんな暗い話なのに、血汗涙の曲をノリノリにしてハマりやすくしたのもたまたまじゃないと思います。最初にも言ったけど、何万円も何十万円も MV にあの費やしていますし、話をつなげるのもめちゃくちゃ時間がかかります。デミアンとかの話と紹介したいろいろな象徴が合っているのは本当に偶然じゃないです。しかも今は万端は世界支配っていうくらい、マイケル・ジャクソン並みにでかくなったじゃないですか。あんなに有名になるには悪魔崇拝をしないと無理です。サタンがこの世を支配しているから彼を崇拝していないとこんなに上には立てません。それをしてしまったバンドのメンバーの数人はすごく後悔しているように見えるんですけど、まだ彼らにもチャンスがあると私は信じています。何度も何度も祈って一人しか救われなかったとしても私はそれでいいと思います。一人でも多く神様の国に入ればいいんです。でも何度も何度も祈って一人も救われなかったとしたらそれはどんまいですけど、どうせ無理だって決めつけて祈らなかったら私は後悔します。救われるっていう希望を持って私は祈ります。みんなも諦めずに祈ってほしいです。あなたがまだクリスチャンじゃなければ、あなたにもまだチャンスがあります。キリストの福音を説明しているリンクをいくつか下に貼ってあるので、ぜひぜひチェックして、神様をまだ時間があるうちに受け入れてください。他にも説明不足のところがあったと思うので、それらをもうちょっと説明している人のリンクもあるので、皆さんチェックしてください。ありがとうございました。